体幹トレーニングの本を本屋さんで探したとしても、呼吸が大切だっていうことを散々言っていますけども、本屋さん探してみても同じような考え方で力を引き出していくっていうようなメソッドは全く見つからないと思います。何かに似ているようで全く違うんですね。修鉄で一番大切なのは何かっていうことをお話しすると、それはもう鍛錬を継続すること、ここに尽きるんですね。鍛錬方法っていうのは何を身につけたいかっていう思想とかですね、考え方、方法論、そういうものが凝縮されたものが鍛錬方法になるんですね。言い換えるとトレーニング方法なんですけれども、テクニックよりもどうやったらそれを身につけることができるかっていう、そのことが一番大切なわけなんですね。以前 YouTube で紹介した武道の本、透明な力っていう本がありまして、そこで繰り返し書かれているのが、佐川先生が体を徹底的に鍛えろと、鍛錬しろと、そういうことがね、延々とやっぱり書かれているわけで、鍛錬をとても重要視されたんだなということが、とってもよくわかる本ですね。ただし、そのね、本を見たとしても、どういう鍛錬をやっていたのかっていうのは、これはわからないわけなんですね。その他にも、武道のね、達人の先生、いっぱいいらっしゃいますけれども、その先生方が当然道場で練習しているだけではなくて、家に帰っても日常の中でね、常に鍛錬、トレーニングをね、重ねていたはずなんですけれども、どういうトレーニングをやっていたのかっていうと、ほとんどわからない、謎のベールに包まれている。僕もね、武道の練習にこれまで励んできて、ずっと何を悩むかっていうと、トレーニング方法、これをずっと悩むわけですよね。多くの武道愛好家の方は、今お気に入りのトレーニングっていうのが多分あると思うんですけども、去年はこういうトレーニングしてたな、今はこれにハマってるとか、いろいろあると思うんですね。じゃあ例えば、空手のね、突きを強くなるためにはどうしたらいいかっていうと、一番おすすめのトレーニングは何ですかって聞くと、多分答える先生によって全部違ってたりすると思うんですね。下半身のトレーニングが必要だっていう方もいたりすれば、肩甲骨の使い方がね、ポイントだっていう方もいたりすれば、本当に、悩む要素しかないんですよね。トレーニング方法っていうのは、体をどういうふうに使おうとしているかっていう、その発想とか思想が込められてるわけじゃないですか。体使いが熟練してきたら、トレーニング方法っていうのは誰かに教えられてそれをやるんではなくて、この体使いに効くにはこういう動かし方だなっていうことが理解できていけば、自分でトレーニング方法っていうのを見つけていく、作っていくようになっていくはずなんです。そうすると、トレーニング方法を教えるということは、自分のね、体をどういうふうに動かしているかっていうのを教えてしまうことになるんですね。だから、トレーニング方法っていうのはあまり昔の達人の先生方は明かさなかったと。これは空手のね、型なんかにも言えると思うんですけれども、見た目がね、同じ動きであっても、その型の注意点っていうのをきちんと説明を受けなければ、その型の思想っていうのはわからないわけじゃないですか。で、身体操作っていうのは体の中で起きているものがとても多いので、見た目が同じであっても、これを伝えるっていうことはとてもすごいことなんですね。だからトレーニング方法はなかなか本当のところは教えてもらうことができないっていうことです。トレーニング方法を大切にするということは僕も全くそういうふうに思っています。ですので、修鉄の YouTube のチャンネルで、見せてるものと見せてないものがあるとすると、それはトレーニングの方法なんです。YouTube のチャンネルで稽古会のね、風景とかがいろいろ流していますけれども、これは、僕の中では不特定多数の人に見てもらっても特に大丈夫だなと思っているものを公開していて、例えばオンラインでやるものはもっともっと深い内容のトレーニングをやっているし、さらには直接指導している稽古会ではかなり意味合いの深いトレーニングを
教えています。自分の弟子、生徒、会員さんには、やっぱりきちんとそれは教えるべきじゃないかなと思うんですね。なぜなら、一番大切なものはトレーニング方法だから、その一番大切なものを教えてあげないっていうのは、かわいそうな気がしますよね。ただし、誰も彼もに親切にする必要はないと思うので、段階ですね。トレーニングの方法をどういうふうな扱いをするかっていうのは、段階をつけていく。そんなわけなので、僕はトレーニング方法、鍛錬をめちゃくちゃ大切にしています。YouTube で紹介するものも、出せるものに関しては厳選してね、多くの方に取り組んでもらっても効果が出るんじゃないかなっていう、あまりマニアックになりすぎないものを YouTube では紹介していくという感じです。この間もね、体の連鎖を作っていくトレーニング方法をアップしましたけども、コツコツやってもらえると必ず効果が出ますし、あんまり他で見ないトレーニング方法になっていると思います。終鉄でやってるトレーニング方法はかなりね、変わってると思うんですね。YouTube で検索していたり、専門書を見てもあんまり出てこないような感じのトレーニング方法ばっかりだと思います。で、これはなんでかというと、自分は変わったトレーニングをやりたいなと思っているわけではなくて、終鉄でやろうとしている体の使い方がすごく特殊だからなんですね。その体の使い方をダイレクトに鍛えていこうとすると、世の中に多く出回っているようなトレーニング方法ではそれが叶わないので、僕が独自にそういう刺激が体に来るようにトレーニングを作っているっていう感じなんです。稽古会の会員さんにはよく言われるんですけど、終鉄のトレーニング方法ってめちゃくちゃ数がめちゃくちゃたくさんあるんですね。それらはほとんど変わったトレーニングばっかりなんですけど、終鉄の身体操作を身につけるためにはとっても意味があるトレーニングなんです。僕は体幹の使い方っていうのを大切にしているんですけども、体幹トレーニングの本を本屋さんで探したとしても、僕がやってるようなトレーニングは全く出てこないと思います。また、呼吸が大切だっていうことを散々言っていますけども、本屋さん、これまた探してみても、同じような考え方で呼吸によって体の力を引き出していくっていうようなメソッドは多分全く見つからないと思います。何かに似ているようで全く違うんですね。だからそれを会員さんに伝えていくためには、終鉄の考え方に沿ったトレーニング方法を作っていく必要があるっていうことです。僕は結構昔からね、それが結構どう過ぎてるって、よく言われてたんですね、昔から。とにかくね、やりすぎちゃうところはあるんですけれども、前に大腰筋をね、痛めた時もそうでしたね。もう、痛めそうだなって分かってたんですけど、その刺激のね、体への効き方の確認の意味も含めて、やばいかなっていうところでもうちょっと追い込んでみたら、よりこの刺激の感覚が明確になるなと思ってやり込んでたら、ビーッと電流が走ったみたいになって動けなくなったと。大腰筋、腸腰筋、ここを痛めてしまうと、本当に何もできないんだなっていうのも分かったので、怪我がね、とてもいい勉強になったりしているということです。ずっとね、安全な範囲内で稽古してたら、気づくものも気づかないっていう部分もあると思うんで、そのね、さじ加減が難しいですけど、僕はやっぱり徹底的にやって理解していくっていう、方法論をとっています。自分の体で理解した身体操作とかトレーニング方法をもう少し安全にしたりとか、シンプルにとか分かりやすくして、それを会員に伝えていくっていう流れですね。この終鉄の身体操作においては、自分の体が実験台になっているっていう感じです。以上です。ありがとうございました。